皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるウクライナ関連ニュースは2つあります。まず第一に戦況解説の方では、南部戦線に動きがありました。これまで東部戦線を中心にして解説してきましたが、それは南部戦線の動きがほとんどなかったからです。ここに来てウクライナ軍が目立った動きをしました。それは南部戦線の最も西側であるヘルソン州においてドニプロ川を溶かして橋頭保を確保したようなのです。今回の動きが反撃作戦ののろしになるようなものなのか、注意深く今後を見る必要があるのですが、このような全く動きがなかったところでの変化なので、非常に注目されています。そして2つ目に取り上げるニュースは、ロシアの首都モスクワにおいて、イスラム教徒が大集結しています。ロシア側の報道によれば、20万人から25万人程度のイスラム教徒がモスクワの大通りを埋め尽くしました。インターネット上ではこの様子を紹介しながら、非常に再生数が伸びている動画があります。しかし、意図的なのかどうかについてはちょっとわからないのですが、なぜそれだけ多くの人々がモスクワに集まっているのか、解説がされていなかったがために、あたかもモスクワの首都でイスラム教徒による武装蜂起が起きるかのような話が広がってしまっています。この動画でどのような理由で人々が集まっているか解説を行っていきます。それではまずはウクライナ南部戦線に動きあり、早速どのようなことが起きているか見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表しているもので、ロシア軍の占領している地域が赤、そして奪還を果たした地域が水色で示されています。今回ウクライナ軍が目立った動きをしたのが南部戦線です。南部戦線の解説をするのは久しぶりなので、主だった場所についての解説をしておきましょう。まず地名としては、南部は2つの州、ヘルソン州とザポリージャ州の2つです。そしてヘルソン州の州都ヘルソンはウクライナ軍が奪還しました。しかしそこから先に進むためにはドニプロ川という大きな川があってなかなか前に進むことができません。このドニプロ川の流れについては黒い矢印をつけておきました。ニュースによってはドニプロ川の右岸左岸といった表現をするところもあるのですが、私の場合はあくまでも地図上の西側東側という表現を使って解説を行っていきます。そして、ウクライナ軍の奪還作戦が本格的に行われるであろうと言われているのがザポリージャ州です。このザポリージャ州を北から南へと進軍し、アゾフ海へ達するというのが最も戦略的には影響が大きいと考えられています。ただ、今回動きがあったのはザポリージャ州ではなくヘルソン州のドニプロ川を越える渡河作戦でした。こちらは拡大した地図。ドニプロ川を渡るための橋は3カ所あります。ヘルソン市にあるアントノフスキー橋とその近くにある鉄道橋、そして上流のノーバカホフカのダムに付属している道路です。そして今回ウクライナ軍が渡河したのがこのアントノフスキー橋の周辺です。渡河作戦をするにあたってまず第一に行われたのが陽動の攻撃です。少し上流においてウクライナ軍が砲撃を行い、ロシア軍の注意を引きつけました。続いてウクライナ軍がボートを使って渡河をします。この映像が残っていることからもわかるように、ウクライナ軍はドローンなどを飛ばして対岸の状況を観察してから渡河作戦を実施しました。上陸したその先にあるのはダーチャと呼ばれる小さな別荘が立ち並んでいる地区で、ここにはもともとロシア軍の駐屯部隊はいなかったとされています。この映像はあくまでも先遣隊で安全を確認した後に後続の部隊が次々と川を渡ったそうです。ウクライナ軍は大きく前進するわけではなく、橋の周りを固める形で陣地を構築しています。戦争研究所の報告によれば、橋の周辺においてロシア軍とウクライナ軍は交戦したようですが、現在のところ橋の周辺にはウクライナ軍しかいないと見られているため、ロシア軍は後退したようです。今回の渡河作戦、今のところは成功しているようで、築いた陣地に対するロシア軍の攻撃を撃退しているようです。ただし、この攻撃がいわゆる領土奪還のための本格的な作戦の主力かどうかについては今のところ定かではありません。まず最初に言っておかなければならないのは、ウクライナ軍がどこに対して最も激しい攻撃を行うか事前に計画は発表していません。あくまでも私たちにわかるのは結果としてどうなったかについての話だけです。今回の渡河作戦、少なくとも言えることは、橋の両岸を抑えるということは今後の領土奪還のためにはできればそうしておきたかった話です。
なぜならば、ドニプロ川というのはどうしても川幅も広く水量もあることから、簡単に浮き橋などを整備するのが難しい場所です。できれば橋をしっかりと確保した上で車両を渡せるようにしたいのです。しかし、これが本命でない可能性というのも十分あります。というのも、今回南部における反攻作戦の本命視されているのがザポリージャ州だと言いました。つまり今回の作戦があくまでも本命の作戦を成功させるための陽動という可能性も十分あるわけです。ウクライナ軍が橋を渡って陣地を築きつつある。これを撃退するためにザポリージャ州からヘルソン州に部隊を送ってくれば、その分だけザポリージャ州の戦力は減少するわけです。このあたり、攻撃をする側がどこに攻撃するか、主導権はウクライナ軍にあるというわけです。ただ、ザポリージャ州の方が本命だと思わせた状態が、すでに陽動作戦の一環という可能性もあります。ザポリージャ州の方さえしっかりと守っておけば大丈夫だとロシア軍が思っていて、そのうちにヘルソン州の方にウクライナ軍の増援がやってきて、占領された地域を一気に奪還するということも十分あり得るわけです。ただし、それにはどうしても戦車が投入しづらい場所ですから、何か奇策を用意しているかどうかが今後の肝となります。例えば、戦車をどんどんと渡せるような浮き橋を事前に用意していて、こう話している間にも続々と機甲師団を上陸させているなんていうことがあれば、ウクライナ軍の領土奪還はヘルソン州から始まるという可能性も十分あるわけです。ですから、共闘法を築いたこの後どうなるかが要注目というわけです。それでは次のニュースに行きましょう。ロシアの首都モスクワに20万人以上のイスラム教徒が集結している。今インターネット上で再生数が伸びている動画があるのですが、そのことについて解説をしていきます。今インターネット上で話題になっているロシアの首都モスクワに多くのイスラム教徒が集結している。一体これは何なのだ？そしてどのようなことが起ころうとしているのか不穏な雰囲気だといったような話が拡散しています。こちらがその関連動画です。多くの人々が街を埋め尽くして練り歩いています。そしてこちらの映像は集まった人々が街の通りを埋め尽くし、そして祈りを捧げている場面です。この映像の真ん中にあるのがイスラム教のモスクです。人々はモスクの周りに集まるような形で祈りを捧げています。モスク内部の写真についても公開されています。さて、それではこのように多くの人々が集まった理由というのは一体何なのでしょうか。報道によれば、これらの人々が集まっている理由は以下のような話です。ロシアのイスラム教徒がラマダンの終わりを祝う。ロシア全土のイスラム教徒はラマダンの聖なる月の終わりを告げるイード・アルフィトルを祝った。イード・アルフィトルはイスラム歴で最も重要な祭りの一つであり、家族や友人が集まり、贈り物を交換したり、ご馳走を食べたりする時間です。ロシアではこの祭りは熱狂的に祝われ、全国のモスクで特別な祈りやイベントが開催されます。ロシア最大のモスクの一つであるモスクワ大聖堂モスクでは何千人もの崇拝者がイードの祈りのために集まりました。この何千人もの人々というのは内部に入れた人の数です。イード・アルフィトルはロシアの人口の約 10% を占めるイスラム教徒にとって重要な祝日です。というわけで、ロシアの首都モスクワに20万人以上のイスラム教徒が集まったのは、いわゆる政権転覆を狙うような反政府デモ等ではありません。彼らが集まった理由というのはイスラム教の行事の一環として集まったのであり、政府への抗議デモ、戦争への抗議デモといったものではないのです。しかし、この点について十分な解説を行っていない人が、モスクワにこれだけの人々が集まっている、一体何が起ころうとしているんだ、みたいなことを言って、見ている人の妄想をかき立てるようなことをしたために、あたかもイスラム教徒が武装蜂起するかのような連想した人がさらに拡散させてしまうという状況を生み出しました。そのような妄想をかき立てる理由というのも一応はあります。というのも、この記事の中でも出てきましたが、大聖堂の中に入れたのは数千人だったといった話がありますが、集まった人々はそんな人数ではないのです。大聖堂の外には何十万人クラスの人々が路上で祈りを捧げなければなりませんでした。このようなことから祭りの規模に対してあまりにもモスクが大きさとして足りない、もっと大きなモスクを建てたいというのがイスラム教徒の人たちの願いでした。そこで彼らが収容人数6万人規模のもっともっと大きなモスクを建設したいという
要望が公開されました。ところがこうした彼らの願いは今のところ実現しようとしていません。というのも、人口の 10% がイスラム教徒だという話をしましたが、逆に言えば 10% しかいないとも言えるのです。ロシアの宗教としては、東方正教会がまず第1位で、それ以外においても、いわゆるキリスト系のカトリックやプロテスタントの人たちによって、大体人口の半分以上がキリスト教系の人たちなのです。ですから、首都に6万人収容の巨大なモスクを建てるぞと言われても、いいね、いいねとは賛同しない、いわゆる反対派の人たちが多く出てしまったのです。しかも、プーチン大統領自身も東方正教会のキリスト教と結託しているような状況ですから、決してイスラム教の台頭といったものを快く思っているわけではありません。そのようなことも背景にあって、現在よりも巨大な施設を建てることには反対されてしまい、彼らの願いは叶いそうもありません。このことについてイスラム教徒の人たちは非常に不満に思っているという話があります。今回の集まりにおいても、不満に思っている人たちはそのことについて声を上げたと言います。しかし、集まった人々全体でモスク建設に反対するんであれば政府を打倒しようといったような、いわゆる物騒な話をしているわけではないので、この点についてはご注意ください。ただ、後々このようなキリスト教系の人々とイスラム教系の人々の間における確執がより深まって火種になる可能性というのは十分にあります。例えば、プーチン大統領は東方正教会のキリスト教と結託しているという話をしましたが、一方においては、プーチン大統領に非常に忠実だと言われているチェチェン共和国のカディロフ首長は、地元チェチェン共和国はイスラム教徒が圧倒的に多い土地です。ですから地元の突き上げとしては、なんでイスラム教徒たちの要望している巨大寺院が建てられないんだという不満があるわけです。しかも、このような政治的な対立だけではなく、軍の内部においても、イスラム教徒の人たちは少数派で、しかもそれらの人々が尊重されていない、差別を受けるといった問題もあって、いつか暴発するかもしれないとたびたび指摘されています。祈りの時間が来たとしても、軍務を優先しろと言われていることが非常に苦痛だと思っているイスラム教徒の証言なども報じられています。このあたりの話がどこまで火種として大きくなるかについては見守っていく必要はありますが、しかし現時点においてそれが反政府デモや政権打倒の動きにつながっているかといえば、そこまでの大きな動きになっていないという点について、ちょっと冷静に見ていく必要があると思います。というわけで今回の動画はここまで。今回の動画では南部戦線に動きがあり、ウクライナ軍がドニプロ川を越えて共闘法を築きました。今後増援がどんどんと入ってきて領土奪還を進めていくのか、それともあくまでもロシア軍の注意を引きつけて引き寄せるだけ引き寄せた後において他の場所が本命の反撃作戦になるのか、このあたりの駆け引きがどのようになるのか要注目です。そして今インターネット上で少し話題になっているモスクワに何十万人というイスラム教徒が集結していて何やら不穏だという話、実際のところはイスラム教のお祭りによって集まった人々であり、決して反政府デモ等ではないという点について解説を行いました。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。